トークトークイルボの日本語。眠れる森の美女。グリム童話。昔、ある国に王様とお妃様がいました。二人には長いこと子供がいませんでした。ある時、湖に出かけたお妃様の前に、一匹のカエルが現れて言いました。お妃様、あなたはもうすぐかわいいお姫様を授かるでしょう。やがてカエルの言う通り、かわいいお姫様が生まれました。王様は大喜びでお祝いのパーティーを開きました。この国には13人の魔法使いがいましたが、彼女たちをもてなすために必要な金のお皿は12枚しかありません。ですから13人目の魔法使いだけは招待されませんでした。招待された12人の魔法使いは、それぞれお姫様にお祝いの魔法をかけました。誰よりも美しい容姿を与えましょう。美しい声を与えましょう。12人目の魔法使いがお祝いをしようとしたその時です。パーティーに呼ばれなかった13人目の魔法使いが突然現れて呪いをかけたのです。よくも私をのけ者にしたね。姫は15の時に糸車の針に刺されて死ぬだろう。王様とお姫様は非常に嘆きました。すると、まだお祝いをしていなかった12人目の魔法使いが魔法をかけました。いいえ、お姫様は死ぬのではなく、100年の眠りにつくのです、と告げました。王様は国中の糸車を燃やしました。やがてお姫様はとても美しく成長し、ちょうど15になったある日のこと、お姫様はお城の古い塔のてっぺんでおばあさんに出会いました。おばあさんは一人で糸を紡いでいます。これは一体何？糸車の針に触れた途端、お姫様は深い眠りに落ちてしまいました。12番目の魔法使いはこのことを知ると、眠りから覚めたお姫様が寂しくないように、お城のみんなに魔法をかけて眠らせました。やがて茨が広がり、お城全体を包み込みました。茨の城の噂は隣の国々にも広がり、たくさんの若者がお姫様の呪いを解こうとしました。しかし誰もお姫様のところまでたどり着けなかったのです。そうして100年の時が経ちました。ある国の王子様がこの国を訪れ、茨で囲まれたお城を見て、近くに住む老人に尋ねました。あの城には何があるのか？老人は、城の中には美しい王女様が眠っています、と答えました。それを聞いた王子様は、何としても王女様の姿を見てみたいと思い、お城に向かいました。すると、茨は自然にほどけ、王子様をお城の中に入れたのです。王子様が中へ入ると、王様やお妃様、大勢の家来たちが死んだように眠っています。王子様が古い塔のてっぺんにある部屋に入ると、美しいお姫様が眠っていました。王子様は思わずお姫様に口づけをしました。
その途端、お姫様は目を覚まし、同時に王様もお妃様も家来たちもみんな目を覚ましました。そしてすぐに王子様とお姫様は結婚して、二人は死ぬまで幸せに暮らしました。おしまい。最後まで視聴してくださりありがとうございました。日本語の勉強に少しでも役に立ったなら、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。